今大仙寺の参道を歩いて上まで行って、奥の院まで行こうと思うんですけれども、今回は色補正なしで撮りっぱなしの動画で、行きたいと思います。 Z30 の本来の色がよくわかると思います。じゃあ行ってみよう。はい、こんな感じでどんどん歩いていくと、大神山神社奥の院の入り口の、ところが見えると思うんで、どんどん行きます。花があったんでちょっと撮ってますけどね。紫色綺麗ですね。はい、もみじの間から太陽の光が差し込んでたんでちょっと撮ってます。今 F 値が絞りが F36 です。思いっきり絞り込んで、撮影するところに光芒がはっきり映りますね。いい感じです。はい、ここが大神山神社の入り口です。はい、とても不思議な雰囲気のところですね。この鳥居をくぐってこの石畳をどんどん歩いていくと大神山神社奥の院までたどり着きます。ちょっと気をつけて歩かないといけません。今日は奥宮のさらに先の方まで、山登っていって大山の壁が見えるはずなんで、こうなんていうんですかね、大山が壁っぽくなってるんですが、そこまで行ってみたいと思います。はい、もうほんとゴツゴツです。このゴツゴツの岩の間にこう光が差し込む感じ、いいですね。いい感じですよ。はい、ゴツゴツの岩の上の方はこんな感じに、ちょっと紅葉した感じの木がこうかかってて、木のトンネルっぽい感じしますね。いいですね。今回のカメラの設定をご紹介します。シャッタースピードは60分の1、F 値は 3.5、 ISO は、今1600で撮ってますね。結構暗いのでね、明るめの ISO に設定して撮ってます。シャッタースピードはいつも50分の1なんですけども、今日は、30p にしているのでちょっと滑らかな映像にしたくて、それで、30p の2倍のシャッタースピードということで60分の1に設定してます。よろしく。はい、途中の鳥居が見えてきました。この鳥居をくぐるとやっと真ん中ぐらいまで来たかなって感じがしますね。はい、だいぶ疲れてきました。はい、この階段をずっと登っていくと、はい、こんな感じで大神山神社の門が見えてきます。大神山神社奥の宮、大神山奥の院のなんか門が見えてきました。はい、とっても神聖な雰囲気ですね。はい、門をくぐって歩いてるんですけども、ちょっと工事中のようですね。はい、ということでね、大神山神社奥の院まで来たんですけど工事中でしたね。ちょっと残念です。見れなかったです。工事中はこの下山神社っていうのを、仮殿として使うみたいですね。ここで拝んでもいいみたいです。はい、ではさらに先に登ってこの元谷っていうところまで行ってみたいと思います。
本格登山みたいになるんでちょっと大変です。いやー、これはここ30分登らないといけないんですけど、大丈夫でしょうか、持つでしょうか。はい、もうゴツゴツの岩場です。ここ登るのはしんどいですね。大きな木を発見したので撮ってます。はい、だいぶ登ってきましたけどね、足元が板になりましたね。とても歩きやすくなりました。もうこういう道大好きです。怖階段になってますよ、階段に。もう登ってから何分着くんでしょう。何分登ってるんでしょうか。20分ぐらいですかね。なかなか目標の場所に着きません。はい、目的の、元谷まで到着しました。今映しているのが大山の北壁になります。いやー、ここまで来て急に視界が開けました。大山の、北壁をバックに撮ってます。今見たらレンズが結構汚れてますね。拭かないと。結構ここまで来るの大変でした。でも来た甲斐がありました。ダイナミックなスケールの、大山が見れました。よかったです。ピース。じゃあそろそろ下山したいと思います。こうやってこっちに来て、はい、じゃあ今日この行者登山口っていうのを降りて下まで戻りたいと思います。怖いな。カメラ持つとちょっと下が見えづらくて怖いですね、降りるのが。ちょっとここで休憩です。顔が暗くなってさっぱり見えませんね。はい、やっと奥宮まで戻ってきました。下りは元谷からどうですね、15分ぐらいですかね、多分かかって降りたと思います。はい、降りてきました。太陽の光芒を出すためにかなり絞ってます。 F22 です。はい、ちなみに F3.5 にして、このレンズの一番開放値にするとこんな感じで太陽がふわっとしますね。光芒は出ないです。はい、奥の院からどんどん降りて、奥の院の門をくぐってまた降りていきたいと思います。はい、スライダーショットです。なかなかね、森がいい感じなんでスライダーでこう横目で見てる感じで映したいと思います。はい、やっと、最初の鳥まで戻ってきました。結構大変でしたね、上まで行くの。どうでしたでしょうか。じゃあさよなら。